追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第80話ジョマータ。カルミアキュートラネスの城壁に鎧の擦れる金属音は絶え間なく響き渡っていた。修復されたばかりの石壁には新しい亀裂がいくつも走り、それが今の戦況の苛烈さを雄弁に物語っている。戻ってきたか。見張り台の上で将校が小さく息を漏らした。その声にわずかな希望が混じる。遠くの街道を三つの影が疾走してくる。カスマサ、ミサキ、剣護正規軍を率いて勇者と呼ばれる彼らは短い休息を切り上げ、再び最前線へ飛び込んでくる。兵たちの間にささやかな安堵の波が広がった。だが歓声は上がらない。誰もが感じていた。決戦の足音がすぐそこまで迫っていることを。魔王軍の動きは予想を裏切っていた。包囲戦でもない、奇襲でもない、もっと露骨で単純で、そして比べようもなく残酷だった。ただ一つ押しつぶすためだけに前進する苦労と連なる軍勢が地平を埋め尽くし、その重みで大地が悲鳴を上げていた。規律とは無縁の原始的な圧力、津波のように戦線を飲み込もうと迫る。狙いは明らかだ。深いなど必要ない。消耗戦など無駄。圧倒的な兵力を叩くつけ、王国軍の前線を粉々にする。もはや侵攻ではない。それは押しつぶすためだけに用意された巨大な質量、主力部隊の本格投入だった。王国が次々と飛び込んでくる。どの戦線も衝突は避けられない。時間の問題でしかない。キュートラネス周辺では再編された王国正規軍が整列し、勇者たちと共に決戦の時を待っていた。イオナスでも同じだ。ユーマは援軍として送られた部隊と共に静かに配置へとついていく。イオナスはキュートラネスの北方に位置し、両戦線が連携して魔王軍を攻撃する形だ。兵士たちの喉がごくりとなる。鎧がくしみ、握りしめた武器の柄が汗で滑る。そして軍旗が高らかに掲げられた。進軍開示。号令が戦場に広がる。溜め込まれた緊張が一斉に爆発し、数万の足音が大地を震わせた。ついに王国史上最大規模の海戦が始まろうとしていた。その先に何が待つのか誰にもわからないまま、勇者たちもまた前へと踏み出す。遠くで太鼓の重低音が響き渡り、魔族の方向が空を切り裂く。それに応じるように王国軍の角笛が高らかに吹き鳴らされた。前線が動き出す。最初はかすかな金属の衝突音だが、次第にそれは大波となり、高音の渦へと変わる。ぶつかり合いだ。魔王軍の黒い本流と王国軍の防衛線が正面から激突した瞬間、空腹そのものが裂け、衝撃波が戦場を駆け巡った。前列崩すな、盾を重ねろ。指揮官の叫びが飛び交い、鉄と鉄が噛み合い、無数の火花が夜空を照らす。イオナス周辺北部の防衛線、ユーマは後方拠点で次々と運び込まれる武器や道具に手を伸ばす。前線の状況を瞬時に読み取り、今必要な形へと武器を進化させていく。探検は広角を裂く細身のトゲ付き刃へ、鈍い斧は重装甲を砕く衝撃の塊へ。兵士たちは無言でそれを受け取り、ただ力強くうなずき、再び前線へ駆け出す。ユーマの視線は常に前線のその先を追っていた。押し寄せる黒い波がわずかになまる瞬間を逃さない。そこへ割り込むように新たな武器を投入。小さな変化が連鎖し、線となり
状の流れをじわりと王国側へ押し戻していく。その積み重ねこそが戦線の崩壊を防ぎ続けていた。それでも魔王軍の猛攻は容赦なく続き、ずと叫びが戦場を染め上げる。北部防衛線は何度も限界を超え、崩壊が目前に迫っていた。本来ならとっくに押しつぶされていてもおかしくないはずだ。それでも崩れなかったのは単に兵が踏ん張ったからではない。戦場の奥で静かに行われている進化のせいだった。ユーマは握ったものの役割、前線の配置、敵の性質、それらを一瞬で見極め、勝ち筋を作るための形へ武器を組み替えていく。惨劇に強い者には切り抜ける鋭い刃が、取った役には押し切るための強靭な大剣が、援護に回る弓兵には陣形を崩す一点集中の矢が、そして時にただの大剣が劣化の大剣へと跳ね上がる。後振りで攻勢の流れが一変する。それは戦場の意味を丸ごと上書くするほどの進化だった。誰も彼の手元を詳細には知らない。だが前に出た兵ほど理解していた。武器が投入されるたび前線の景色が変わる。だからこそ砕ける寸前で踏みとどまれる。吐き下がる隊が出ても次の波が再び前へ押し返す。北部防衛線が崩落を免れている理由は目に見える英雄の剣ではない。後方で静かに積み上げられるさ。ユーマの進化が作り出す見えない土台だった。そしてもう半分は中央戦線から届く勇者たちの戦果だった。中央戦線では旧トラネス城方面王国軍中央の防衛線、そこでは勇者たちの旗が風に激しくはためいていた。一陣の新た山の剣が振るわれるたびに炎の斬撃が戦場を盾に裂き、魔獣を鮮やかに焼く払う。その一撃一撃が前へ出る兵の目を覚まし、恐怖より先に熱い興奮を駆け巡らせる。岬の青門の杖が描く水の奇跡は焼け焦げた大地を冷やし、同時に負傷者の血を止め命をつなぐ。癒しと攻撃が一体となったその魔法は敵から見ればまさに悪夢そのもの。そして剣後の従前の盾が崩れかけた防衛線を何度も何度も持ちこたえさせる。重みは増しても動きはなまらない。その盾はまるで戦場の杭のように揺るぎない。3人がそれぞれの位置で力を発揮し、指揮官たちはそれを中核に戦線を再構築していく。彼らの活躍は戦線を確実に押し返し、王国軍の士気を再び燃え上がらせていた。だがその背後に深える兵士たちは何度も伝令の声を耳にしていた。伝令の馬が疾走し、息も絶え絶えに叫ぶ。イオナス方面防衛線維持、中央からの支援、北部の補給が間に合っている。ユーマの名は遠く離れた戦場でも静かにささやかれ始めていた。見えはしない、声も届かない。だが互いの存在が確かに戦線を支え合っている。同じ作戦の歯車として2つの戦線は巨大な回線の中で完璧に噛み合い始めていた。戦場全体が少しずつだが確実に王国側へ傾く始めていた。その知らせは北部へも届く。中央押し返している。勇者が戦線を切り開いた。イオナス方面補給完了。再現できるぞ。兵士たちの表情にわずかな光が差し込む。ユーマは短く息を吐き、新たな武器へ手を伸ばした。汗が額を伝う中、彼は歯を食いしばった。ここで踏ん張れれば勝機は必ず来る。この能力が
に知られたらそう信じて疑わなかった。その頃さらに遠く戦場の喧騒から外れた丘の上で鳩つの影が静かに立ち尽くしていた。漆黒の仮面で顔の半分を覆い、腰には鎖とつながれた短剣が2本。ジョマハタ・バルミア魔王軍の影に謎の幹部の存在が噂されていたが、彼女こそがその本人だった。彼女は煙を上げる戦場を見下ろしながらしばらく無言で状況を鋭く追っていた。妙ね、仮面の奥で跡身が細められる。押しつぶしたはずの陣形がいつの間にか立て直される。補給線が切れかけてはすぐつながる。前線の呼吸が本来より整いすぎている。普通ならとっくに割れているはずなのに、風が彼女の街灯を激しくはためかせる。崩れない防衛線、潰しきれない波。カルミラの視線がゆっくりと戦場の奥へと滑っていった。最前線ではない、主力の隊列でもない、そのさらに後ろ、静かにけれど確実に戦況の形を変えている一点。あら、唇がかすかにつり上がる。いやあの子かしら。名はもう知っている。ユーマ。だが正体はまだつかめない。派手さのない動き、それなのに結果だけが残る。目立たないのに影響だけは抜きんでている。それは王国の誰もが感じ始めている変化。そして魔王軍の中でわずかふと握りだけが感じている違和感。バルミラは軽く肩を揺らした。壊すのは簡単。でも鎖がカチャリとうとう立てる。奪う方がずっと面白いわ。次の瞬間、彼女の姿は霧のように消えた。その行く先を誰も知らない。ただ一つだけ、この時点でユーマはまだ気づいていない。北部の空を渡る風のそのさらに向こうで鳩つの視線が静かに戦場をなぞっていることに、そしてこの流れの先で自分の進化が最悪の形で狙われていることを。続く第81話。